こんにちは、ゆうかです。今私は羽田空港の第3ターミナルにいます。今日はこれから台湾の松山空港に向かうんですけど、今日はエバー航空のロイヤルローレルクラスに乗って向かいたいと思います。他の航空会社のビジネスクラス相当の座席だそうで、どんな感じかとっても楽しみです。今日乗る飛行機はボーイング 787-10 で、エバー航空はスターアライアンスにも加盟しているそうなので ANA のラウンジも利用することができるみたいです。じゃあそろそろチェックインしてこようと思います。行ってきます。エバー航空のチェックインカウンターは第2ターミナルと第3ターミナルにあって、今日の便は第3ターミナルから出発するみたいです。ここを進んだ先の A カウンターに向かっていきます。10時25分発台北松山行き BR189 便。迷子にならないように案内板もしっかり確認します。到着しました。ここがエバー航空のチェックインカウンターです。今回は預け荷物がないので列には並ばず、カウンター前の端末で手続きを済ませられます。無事にチェックインができました。専用のカウンターはなかったんですが、搭乗グループは1番みたいですね。お次はなぜか毎回ドキドキする保安検査。それじゃあ行ってきます。通過できました。この後は円を台湾の通貨に換金しに行こうかな。その前にずっと楽しみにしていた ANA の国際線ラウンジに向かいます。中央保安検査場を抜けて右手に進んだ先の110番ゲート付近のエスカレーターを上がったところにあるみたいです。私なんかが乱入してもいいんでしょうか。緊張と楽しみでドキがムネムネ状態です。到着してしまいました。めっちゃ近くてまだ心の準備ができていません。場違い感が半端なくて、搭乗前から私だけ浮いている気分です。じゃーん、 ANA スイートラウンジではなくて、今回私が利用できるのはこっちの ANA ラウンジだけみたいです。最初で最後の国際線ラウンジになるかもしれないので、ビュッフェ全制覇を目指して頑張ります。初めてのラウンジに圧倒され中。雰囲気はこんな感じで、人は結構多いですね。まずはビュッフェコーナーとドリンクコーナーから探索していきます。もちろんソフトドリンクは飲み放題で、隣にはウイスキー、ウォッカ、ジン、ワイン、シャンパンなどのお酒が所狭しと並べられています。お次はビュッフェコーナーを見てみましょう。トップバッターはスクランブルエッグ、シーフードとマカロニのクリーミーグラタン、3種の豆のスパイシートマト煮込み、みんな大好きポークソーセージ、ミニトマトやコーンなどのミックスグリーンサラダ、いなり寿司や明太子おにぎり、もち麦入りおにぎり、その他にもクロワッサンやソフトフランスなどのパンもありました。口コミで気になっていた ANA オリジナルチキンカレー。カレー好きの私、大歓喜です。機内食もあるので、ご飯は小盛りでいきます。小盛りはいらないけど、小盛りは欲しい。ビールサーバーもあったんですが、さすがに朝から酔っ払うわけにはいかないので、我慢します。いや、これは違うんですよ。朝から飲むのもありなんじゃない？略して ANA ということで一杯いただいてしまいました。さすが ANA のラウンジ、侮れません。
それではお料理もいただきます。みんな大好きポークソーセージ。果たしてお味はいかがでしょうか。美味しすぎて、空港でよく空港になりそうです。ちなみにこのラウンジは朝5時から営業していて、当日フライトであれば出発の何時間前からでも利用できるみたいです。極端な話、深夜便のフライトでも朝からラウンジでまったり過ごせるので、人が多いのもその理由なのかなって思いました。居心地が良すぎてやばい。私ここ余裕で住めますね。じゃーん。実は豚骨ラーメンも積もっていました。ラウンジのお料理はどれも美味しくて、この後機内食が待っているのにお箸を持つ手が止まりません。デザートは杏仁豆腐とフルーツをいただきます。ビュッフェのメニューも定期的に変わるそうで、このラウンジが使えたら毎回の移動がより楽しくなりそうですよね。ごちそうさまでした。お腹もいっぱいになったので、この後はラウンジの中をじっくり探索してみたいと思います。入り口を進んですぐのところに誰でも無料で利用できるシャワールームがありました。今は全部満室っぽいですね。ラウンジ内に設置された QR コードを読み取ると、その場で予約を取ることができるみたいです。窓からは第3ターミナルの A 滑走路が見えて、飛行機の離着陸を間近に楽しむことができます。座席数は300席で、大人数で座れるソファーや、私みたいなぼっちに優しいカウンター席などもありました。座席からお食事オーダーシステムが利用できて、そばとかうどん、さっき食べたラーメンなどを携帯で注文できるみたいです。やばい、もう一杯食べたくなってきた。フリー Wi-Fi もあったので速度テストをしてみます。下りが50メガ、上りが80メガくらいで全然ストレスなく使えました。奥の方には電話ブースがあって、皆さん友達とかと電話してましたね。私も真似して電話するふりをしてみましたが、ただ悲しくなっただけでした。出発時間が近づいてきたので、107番搭乗ゲートに移動してきました。本日お世話になるボーイング787ドリームライナー、スラッとしててかっこいい。しばらくすると搭乗開始のアナウンスが聞こえてきました。初めての国際線ビジネスクラス、貴重な体験をドキに焼き付けます。はい、ありがとうございました。いってらっしゃいませ。どうぞ。ロイヤルローレルクラスの入り口、ボーディングブリッジは別になっていて、機内に乗り込む前から特別感がすごいです。ついに運命の瞬間、いよいよ登場します。じゃーん、こちらがロイヤルローレルクラスのシートです。窓際一列は独立席になっていて、個室ではないですが、とっても広々しています。天井の収納は一人一つずつあるみたいで、寝られるように枕まで置いてありますね。なんとか荷物が収納できました。席にはアメニティがいくつか置いてあって、かなり大きめな枕と、裏地がモコモコになっている毛布、あとは機内用のスリッパまでありました。飛行機が離陸したら履き替えてみたいと思います。
個人モニターもいいんですが、驚きなのはこの足元のスペース。実はこの広さには秘密があって、後でじっくり紹介したいと思います。飛行機はこの後羽田空港を出発して、こんな感じの航路で台湾に向かうみたいです。座席の前のポケットには安全のしおりとチケット袋、あとはスカイショップというエバー航空の免税品カタログが置いてありました。すごい可愛い化粧品もあったんですけど、ここは財布の紐を締めていきます。CA さんがウェルカムドリンクを持ってきてくれたので、記念に乾杯。約3時間半のフライト。搭乗する前までは緊張していましたが、シャンパンのおかげもあってか、だんだん楽しくなってきました。あ、そうだ。まだ機内食のメニューを紹介していなかったですね。せっかくなので、どんなメニューがあるか見てみましょう。羽田発の便の日本料理は、今回はハンバーグステーキでした。あとは西洋料理と台湾料理も選べて、メニューは月替わりだそうです。そしてもう一冊の方はドリンクメニューになっていて、1ページ目にはシャンパンと白ワイン、次のページには赤ワイン、ウイスキー、獺祭などの日本酒メニューもありますね。最後のページはソフトドリンク系でした。機内食が本格的すぎて感動。テンション上がって、エバーダンスを披露してしまいました。続いては座席周りを詳しくチェックしていきましょう。硬すぎず柔らかすぎないシートで、座り心地はとってもいい感じです。横には収納ボックスがあって、内側は鏡になっていました。ノイズキャンセリングヘッドホンまで用意されていて、これで映画や音楽を楽しみながら快適に過ごすことができます。わざわざ用意してくれました。優しい。普段ヘッドホンなんてつけないから気分は DJ です。ついに年間ビジネスクラス、降りたくないよいつでもクラス。座席には他にも画面用のコントローラーがついていたり、リクライニングを細かく調整できるコントロールパネルがありました。これは離陸してからじっくり紹介しますね。そしてこれがイヤホンジャックで、コンセントと USB ポートもちゃんと完備されています。足元には収納棚があって、小さめのカバンとかなら置いておけそうです。しばらくすると CA さんが機内食の説明に来てくれました。日本語を話せる方もいるので、英語とか中国語が難しくても大丈夫そうです。実は私は中国語をこのくらいだけ話せるんですが、CA さんはこのくらいなので聞き取るのが難しかったです。エバー航空といえばこのユニークな安全ビデオ、しっかりチェックしておきます。ロイヤルクラスの乗客は離着陸の時は肩ベルトの着用が必要みたいで、初めてなのでちょっと苦戦しました。
搭乗から20分くらい経って飛行機がついに滑走路に入りました。座席が広すぎてシートベルトをすると窓まで少し遠い。贅沢すぎる悩みですね。もう間もなく飛行機が離陸します。エンジン音が大きくなるにつれて期待感も膨らんでいきます。私は離陸の瞬間が大好きなんですけど、ビビって顔が終わりがちなので、外の景色をお届けしようと思います。ついに飛行機が羽田空港を出発しました。初めてのエバー航空、フォーエバーの思い出になりそうです。バイバイ日本、私のことを忘れないでね。本日この便には2名の日本人が乗務しております。ご用の際にはどうぞお気軽にお声掛けください。まもなく巡航コードに達しますとお食事のサービスを開始いたします。それでは台北松山空港到着までごゆっくりお過ごしください。だんだん高度が上がってきて、雲が海に見えるくらいの高さになってきました。お天気も良くて滑り出しは順調ですね。シートベルト着用サインが消えたので専用のスリッパに履き替えてみました。履き心地は最高で早く歩けそうです。いろいろ機能が多くて何から楽しもうか悩んだんですけど、やっぱり最初はリクライニングから行きます。果たしてどのくらい倒れてくれるんでしょうか。座面が前にスライドし始めました。よっぽい、どこまで倒れるんだこれ。すごい、完全にフラフラっとまで倒れました。実はどうしてもこれを体験してみたくて、今回はロイヤルローレルクラスに搭乗したんですよ。これならあと2週間くらいは乗ってられそうです。シートは縦193センチ、横58センチもあって、男性の方や長時間フライトの方でも快適に過ごせそうですね。しばらくして CA さんが機内食の準備に来てくれたんですけど、どんな顔していいかわからなくて、ひたすらシェイシェイ連発してました。それでは本日3度目の乾杯。飛行機に乗るとなぜか飲みたくなるオレンジジュース。お味も最高です。そしてこれはお料理を待つ間に用意してもらえる軽食のミックスナッツ。朝からこんなに食べて機内食食べきれるかな？ちょっと不安になってきました。じゃーん、前菜は柚子牛肉サラダです。めっちゃ美味しそう。機内食とは思えないほど見た目も良くて、これはお味も期待大ですね。今回の台湾遠征は実はお仕事で前からお付き合いのある台湾の会社で収録があるんですよ。それでたくさん相談させてもらってロイヤルクラスに乗れることになったので、周りの皆さんに感謝です。いつもありがとうございます。前菜ダンスで美味しさと嬉しさを表現中。温かく見守ってください。メイン料理の前に CA さんがパンを持ってきてくれました。なんとまさかの焼きたて。あったかくて最高です。これならアンパンマンでも安心して登場できますね。ちなみにカトラリー類はすべてステンレスで、バターナイフまで用意されていました。外側から使うくらいしかルール知らなくて、テーブルマナー教室通おうって決意しました。
私この時お料理全部終わったと思ってて、普通にごちそうさまってしちゃったんですけど、全然終わってませんでした。なんか得した気分です。ラッキー。メイン料理はこんな感じ。めっちゃ美味しそう。いい意味で期待を裏切られました。果たしてお味の方はいかがでしょうか。めっちゃ柔らかい。美味しすぎてうまうまダンスを披露してしまいました。朝からホテルの朝食、ラウンジのビュッフェと大食い続きですが、余裕で食べれちゃいますね、これ。台湾行きの便だとルーローハンとかパイコーハンとか時期によっては選べるみたいなんですが、台湾グルメは現地まで我慢して機内食は西洋料理にしてみました。ちなみに日本食のハンバーグステーキはこんな感じで品数も豊富ですごく美味しそうでした。初めてのエバー航空ロイヤルクラスの機内食、本当に最高でした。メインのお食事が終わると CA さんがデザートを持ってきてくれました。CA さん曰く羽田空港出発便は右側の座席がおすすめだそうです。出発して10分くらい経つと天気がいいと富士山をきれいに見えるみたいなので、エバー航空利用される方はぜひ参考にしていただけたら幸いです。それじゃあデザートもいただきます。メニューに載っていたフルーツ以外にもタルトまでついていて、これまたとっても美味しかったです。やっぱりデザートは別腹なのでね、着陸しない限り無限に食べれる気がします。ごちそうさまでした。空の上とは思えないお料理たちで大満足できました。この後はシートをフルフラットにして少し仮眠を取りたいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。快適すぎて完全に寝すぎました。台湾に着く前に最後はお手洗いの中も調査してこようと思います。ロイヤルローレルクラスオンリーって書いてありますね。それでは潜入。中はこんな感じで意外と普通の飛行機との違いはなくて、全体的に清潔感があって綺麗なお手洗いでした。現場からは以上になります。もう間もなく着陸するみたいで、だんだんと高度が下がってきました。台北松山空港まであと約20分。降りたくなくて、ぐずりそうです。ちなみにロイヤルローレルクラスのチケットは他の航空会社と比べると少しリーズナブルで、安い時だと片道8万円台から購入することができます。私は今回エバー航空公式サイトからチケットを予約しました。
台北松山空港に着陸いたしました。シートベルト着用のサインが消えますので、お座席にてお待ちください。上の棚をお手になる際には、中のお手荷物が滑り出ることがございますので、十分にご注意ください。お降りの際は、お忘れ物なさいませぬよう、ごゆっくりご支度ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。本日もスターアライアンスメンバーエバー航空と ANA との共同運航便をご利用いただきまして誠にありがとうございました。皆様のまたの機会のご利用を機長以下乗務員一同心よりもち申し上げております。どうぞ空港より先もお気をつけてお出かけください。重ねまして本日のご搭乗誠にありがとうございました。飛行機から降りて松山空港に到着しました。ということで今日はエバー航空のロイヤルローレルクラスに乗ってみました。いやめちゃくちゃ良かったです。もう過去一快適なフライトだったって言っても過言じゃないくらい本当に良かったです。もうシートがねフルフラットになるのが今まででない経験だったのでそれもすごい良かったし、3時間半くらいフライト時間があったんですけどおかげでご飯もゆっくり食べれたし1時間くらいは寝ることもできたし、すごくね充実したフライトでした。楽しい空の旅でした。飛行機に乗る前からラウンジも使えてご飯もめっちゃ食べれてお酒も飲めたし大満足です。値段は決して安くはないんですけど、でも ANA とエバー航空の共同運航の便なので安心感もあるし、やっぱ他の国際線だともっと値段が張っちゃったりとか多分もうちょっと高いと思うんですよ。なので今回こうして乗ることができてすごいいい体験だったなって思いました。国際線のビジネスクラスを乗ったら多分コメントで絶対エミレーツも乗ってみてくださいとかニューヨークとかドバイとかも行ってみてくださいって来そうなんですけど、ちょっとまだそこまでは私あれなんでちょっとそういうのもねいつか乗れるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ということで久しぶりの半年ぶりくらいの台湾楽しんできます。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバーイ。